ジンギター工房。修理どうでしょエレキギター、ベース、アコースティックギター、ウクレレなど楽器の修理にまつわる情報を皆様へお伝えする YouTube 番組です。番組を制作配信いたしますのは横浜で楽器の修理業を営む神谷です。皆さんおはようございます。修理どうでしょうナンバー095です。楽器修理屋がお届けしている YouTube 番組です。私は進行を務める神谷と言います。今週のオープニングテーマは最近気になっていることです。今月から新しくメンバーに加わりました神谷さんです。おはようございます。はい、どうも神谷です。おはようございます。最近気になっていること、これロードバイクなんですよ。実はね、もうここ1ヶ月2ヶ月ずーっと頭の中がこのロードバイクでね、もういっぱいで、きっかけは何だったかっていうと、ちょうど夏に、今娘がね小学校2年生なんですけれど、誕生日のプレゼントでギア付きの自転車を買ったんです。ようやくこれでねまともにこう走れるなーなんて思ってたんで、早速ちょっとサイクリングにでも行きたいなと思ったんですよ。でもあれちょっと待てよ、俺自転車持ってねえぞみたいな、そういう風に気づいちゃったんですよ。最初は近所にね朝日サイクルってありますけれど、そこでクロスバイクとか電動アシスト付きの自転車でもいいかなと思ったんです。買う寸前まで行ってたんですけれど、ちょっとねネットで調べちゃったんですよ、いろいろ。そこがね沼への入り口の始まりでした。毎晩ねもう YouTube も見漁ってネットで検索しまくって、もういろいろなねメーカーをねピックアップしてって、やれ素材がアルミフレームだとかカーボンフレームだとか、コンポはねデュラエースとかねアルテグラとか105とか、もうティアグラとかね、いろいろあるんですよ。そういうギアのあれが、名称がパッパ言えるほどねもう頭にインプットされちゃったんですけれど、もうねほんと最初はねチャリンコに20万30万アホじゃないのって思いましたよ、最初は。もうだってチャリなんて10万円以下で十分じゃないなんてね思ってましたからね。ロードバイクのロの字も知らなかったですから、いやーでもねこんな世界があるんだなーっていうのをね初めて知りましたね。いろいろ調べちゃった結果、ちょっと本格的にというか、全く今自転車も持ってすらいないんですが、ついこの前試乗会がね東京の味の素スタジアムであったんですよ。それにも行きまして、いろいろ乗りました。どうせ必要になるんだろうなと思って、まだ自転車も持ってすらいないのに、これロードバイク乗り用の上着、この背中にポケットがあるやつね。あとね、なんせねケツが痛いんですよ、ロードバイクって。すんごいねシートがね硬いの。 4,5 台ぐらい乗ったんですけれど、それでもうねケツが痛くてしょうがなくて、これちょうどねお尻と股のところにねこういうクッションがねついてるロードバイク乗り専用のこういうものがあるんですね。これもね買っちゃいました。半額だっていうんで、どうせ必要になるんだろうなと思ってね。でこれでもう後にも引けないので、必ずロードバイクをやらなきゃいけない風になったんですけれど、だいたいね来年の1月2月ぐらいをめどに、購入しようかなと考えてます。最近気になっていることはそんなところでした。はい。ということで、気を取り直して、今日はですね、ギブソンのロゴの復活方法。復活っつっても、水貼りシールでね、貼るだけなんですけれど、あと裏のシリアルナンバー。あれって刻印されてますよね。で、刻印されたやつっていうのは、全塗装とかしてしまうと、結構薄くなったり、消えてしまうことが多いんですよ。で、それを、どういう風に残すかっていう方法ですね。それをご紹介していきたいと思います。レッドイットゴーいきます。で、ちょっとその前に今日変わったオープニングをしましたけれど、皆さんポッドキャストってご存知ですかね。インターネットラジオなんですけれど、ワンボタンの声というポッドキャスト番組があるんですね。主にApple
Apple の製品、iPhone とか iPad とか Apple Watch とか Mac ですね。そういった Apple 製品の情報を発信しているポッドキャスト番組です。で、この番組のですね、新たなコメンテーターを募集中ということで応募したところ選ばれまして、11月からですね、新メンバーとして参加しております。毎週火木土の朝に配信している30分の番組です。Apple 製品を好きな方はぜひ聞いてみてください。ちなみに YouTube でも同じ内容を配信してます。皆さんお時間あればぜひお聞きください。はい。で、今日ご紹介するのは、フライング V です。全塗装の依頼だったんですけれど、これね、もともとは黒色の塗装だったらしいです。剥がしてみてね、分かったんですけれど、全塗装の時っていうのは、この刻印されてるシリアル番号っていうのは、何にも処置しないで、もう一回上塗りしてしまうと、このね、溝がね、もう完全に塗料で埋まってて、完成した後に全然数字がね、判別できなくなることが多いんですよ。で、今日はその、シリアル番号、刻印されたシリアル番号をどのように元通り見えやすくするか、その方法についてご説明したいと思います。はい、今ね、これ150番終わって、ここ、シリアルのところ、これがあらわになったんですけれど、このまま塗装していくとまた消えちゃうんですね。この刻印のこの溝の部分に塗料が埋まっちゃってて平面になっちゃってるんですね。ですからこのまま塗装していってもまた消えてなくなっちゃいます。じゃあどうするかっていうと、塗装する前にアセトンですね。このアセトンをこうやってね、たっぷり染み込ませてあげます。もう溶けましたよね、今ね、黒いのが。ほら、これ今オリジナルの塗装はラッカーっていうことですよね。アセトンで溶けるっていうことは。でこうやってね、ゴシゴシとやっていくと、ほら、わかります？この刻印の溝にはまった、塗料がアセトンで今溶けたんですね。でまたこうやって段差が少しできるようになったんですよ。この綿棒だけじゃ落ちきらないものもあるので、そういう場合はこうやってね、湿らせた後にこうやって爪楊枝でこういうふうにやると溶けることがあります。もちろん取りきれないっていうこともあるんですけど、こういう感じですね。はい。はい、ちなみにこの方法っていうのはラッカー塗装をされたやつでしかできないです。要はアセトンで溶ける塗料が使われてない限りは、こういうふうに溶かすことができないですからね。例えば下地がポリ系で上地が、ラッカーとかっていう場合もこの方法はね、どうかな。下地がね結構薄くて、その打痕がかなり深ければ残る可能性は高いですけれど、要は、ラッカーで塗装されたやつにかなり有効な方法ですね。はい、こんな感じですね。で、今から240番で生地調整をしていきます。で、塗装の際に注意するべき点は、極力ここの部分をね、厚めにしないってことですね。溝がまた完全に埋まっちゃうと、全くシリアルが判別できなくなっちゃうので、ここを意識して
極力回数を少なくね、仕上げれば、大体この凸凹が残ってくれるはずです。もちろんね、最低限の薄さで仕上げても、この刻印のね、この凸凹がまた塗料で埋まっちゃうっていうことはありますけれど、これが可能な範囲での、方法ですね。シリアルを復活さすための。はい。ということで、とりあえずシリアルナンバーに関しては、サクッとね、ご紹介しましたけれど、こんな感じで処置します。で、次は、デカール、ギブソンのロゴですね、の復活方法を、ご紹介したいと思います。今、白色まで塗りました。クリアを吹く前に、ロゴを貼らないといけないので、これからロゴを貼っていきます。使用するのはですね、この水貼りシールですね。デカール、プラモデルとかに使うやつですね。イラストレーターで、ギブソンのロゴを再現して、それで、今レーザープリンターで印刷したところです。で、それを、こういう風にね、カットしてます。で、用意するのは塗装を剥がす前にスキャナーでね、スキャンしたやつを今これプリントアウトしました。実物大ですね。はい、ちなみにギブソンロゴのデータ作りなんですが、まずこちら。これはギブソンの、レスポールとか、本物をスキャナーでスキャンしたやつです。これをイラストレーターに取り込みます。はい、こんな感じで、ベジェ曲線でこうやってね、こんな感じで作ってきます。これはね、慣れないとイラストレーターとかこういうののね、ベジェ曲線を使う方法に慣れてないとなかなかね、難しいと思うんですけれど、慣れればね、割とね、簡単に作れます。イラストレーターの機能の一つに、この取り込んだ画像をクリックして画像トレースってやつですね。これをクリックします。それで拡張をクリックすると画像からベジェ曲線が抽出できるんですよ。でこれ今グループになってるんでグループ解除してあげて、こうやるとほらこんな感じでね、これ大体大雑把ですけど、こういう風な形で、画像からこういう風なねデータが抽出できます。このまんまだとこんな風にね、変なぐにゃ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 してる形になってしまうので、これを主体に自分でこうね訂正してもいいですし、ギブソンのカタログとかね、お持ちでしたら、もしくは、ネット上からギブソンのロゴを拾ってきて、それで、こういうふうに、イラストレーターに取り込んで今みたいに、ベジェ曲線にしてあげると簡単かもしれませんね。でね、こういう方法で制作したギブソンのロゴがこれです。これは反転するタイプと反転しなくていいタイプを持ってるので、その時々によって反転してるこういうタイプかね、もしくは反転させてないタイプ。あくまであれですよ。ギブソンのギターに対して、ギブソンのロゴを貼る、復活さすっていうのは OK ですけれど、ヤマハのギターとかいろいろ他のギターにギブソンのロゴを貼るっていうのは、これは違法ですからね、偽物が作れちゃいますから、その辺は皆さん注意してくださいね。そしたらまずはこのプリントアウトしたやつを、カッターで切ります。で次にギターのヘッドに合わせて軽く留めます。はい。でお次はこれ転写シート、こうやって転写できるってやつです。とりあえずここに敷いて目印をね
書くんですよ。こことここと上と下、こことここかな。で、ほら今ね記した部分はちゃんとね分かるようにしてくださいね。ギブソンのこの G の一番この端っことこの、点の隣の部分、それから最後 N の一番端っこの上下ですね。水張りシールを水でふやかした後にここに乗っけて、ちょうどこの今記した位置に合うように、位置を微調整して貼り付けます。これも使います。水張りシールを強固に接着するためのやつですね。マークセッターってやつです。水張りシールの粘着力だけだとちょっと心もとないんですよ。なのでね、これをね使うとかなりしっかり、接着されます。でね、使うのは綿棒がいいですね。もちろんピンセットも用意してあるんですけれど、ピンセットだとねこう掴んでこうやってる間にシールがね切れちゃうことがあるんですね。ただ水気を取って、これ乾いた綿棒です。こうやってねそーっと転がすようにして水気をね追い出していきます。こう光に照らしてみるとこんな感じですね。はい。で最初に言い忘れましたけれど、今このね表面、ヘッドの表面は1200番とかでもう本当にもう軽く撫でるぐらいに傷つけてます。ちょっとでも力加えちゃうとこれまだ白色を塗ったそのものの面なので色が剥げちゃいますから、もう本当に軽くですね傷つけてます。で水張りシールを貼りました。はい、でこの後、一晩乾かして完全に水気が乾燥したらクリアラッカーを拭いていきます。ただ最初の 2,3 回、初日はねもう本当にここの部分だけ渋めに何回か3回4回拭いてそれで終わりにします。まだ全体は拭きません。いきなりクリアラッカーをこってり塗ってしまうとここのね水張りのシールがこうめくれ上がったりとか、そういう危険性があるので、今までないですけどね、最初の3回4回は本当に渋めにクリアラッカーをここになじますような感じで拭いていきます。
おはようございます。クリアラッカーをもう吹き終えました。で、吹き終えてから約2週間経ちました。で、今の状況がどういう風になってるかというと、こんな感じですね。クリアラッカーをね、8回とか10回塗った時点で、一旦1000番とかで水研ぎをして、水張りシールドの部分の段差をね、平坦にしてます。で、それからさらに4、5回吹いて、それで完成にしてますね。何回吹いたんだっけな。計14回とか、そのぐらいクリアを吹いてます。はい。肝心のシリアルの部分は今、現状でこんな感じですね。光に照らす角度とかを工夫してやらないと見えないですね。まあ、といっても最初のね、状態からはかなり浮き出たので、まあいい感じですけど。で、これからここも、水研ぎをしてバフがけしていきます。はい、完成しました。シリアルナンバーの部分なんですが、このぐらいですね。まあ、あれだけ丁寧に溝の部分の塗料を溶かしてほじくってね、で塗装したんですけれど、やっぱりある程度埋まっちゃいましたね。ただこれはラッカー塗装なんで、上地がラッカー塗装ですね。下地はポリです。塗装が引けてくれば、2、3年もすればシリアルがね、もっと判別しやすくなってくると思います。はい、それからロゴの部分ですねはどうなってるかというと、こんな感じに仕上がりました。ほぼね、段差は今のところ見えないですけど、これも塗装が引けてくると水張りシールの部分の段差がね、こう若干浮き出てくるんですよ。はい、お疲れ様でした。完成いたしました。こんな感じです。今回ギブソンのロゴの水張りシールの貼り方とか、あとはシリアルナンバーの復活の仕方ですね。この辺がご紹介をしたかったところなんですけれど、水張りシールに関してはイラストレーターとかいじれる人であればギブソンのロゴとかね、このデザインを作ること自体はそんなに難しいことじゃないと思います。でもちろんこれはギブソンのギターにギブソンのロゴを貼るので全然問題ないですけど、例えば某国産楽器とかの、なんちゃらに、ギブソンのロゴを貼ったりしたら、それは違法ですからね、やっちゃいけないことですよ。で、シリアルナンバーは再塗装の際にああやってこう埋もれてしまうことっていうのはあるんですけれど、こういうタイミングの時に、その埋もれた部分をね、溶剤で溶かしてで再塗装することによって、また復活できることがある。で、今回の結果としては、こんな感じになっちゃいましたけれど、これはしょうがないですね。ただこれ、トップコートはラッカーなので、今後 2,3 年どんどん年月がね経って塗装が引けてくると、もっとシリアルナンバーがまた確認しやすくなってくると思います。見えやすくなってくると思います。はい。でね、このギターなんとチューニングが2音下げなんですね。2音下げいいですね。でしかも EMG のピックアップ。はい、ということで、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。